私の方からは福島県の農業復興に関する諸問題ということで、発表させてもらいます。私は放射性同意元素施設、あと生物環境工学専攻に所属している二平と言います。よろしくお願いします。この後に、もう一度、発表された方々が登壇されて議論の場があります。現場の方の話を今回聞くのが一番いいと思いますので、私の方からは、ちょっと時間の関係もあるので、簡単に農業をする上で、これから農業を復興する上で考えられる諸問題を挙げる形で次の議論につなげたいと思っています。よろしくお願いします。福島県の農業ですが、福島県は農業県でして、生産額が2330億です。全国第10位、農業に収支している就農者の数は全国3位の農業県です。主な生産は、一番はやはり米で、この天の粒というのが福島県独自のブランドです。よろしくお願いします。でその他にきゅうりとかトマトとか、あと果物の桃とか梨が有名というか生産額としては上位に来るものになります。そのような中で農業を復興する上で作る上で問題となるものが大きく3つ分けてみました。一つは実際に作ったものの生産物に対する問題として放射能の実際の汚染になります。もう一つは販売先、作ったものを売り先の問題として風評被害についてが一つあります。で3つ目として作る場、生産農地の実際に作っていいかどうかに関するような問題として避難とか作付け制限という問題が今挙げられています。最初にこの放射能汚染です。放射能汚染に関してはこれまでも示されているように放射性物質が直接農作物に降り注いだホールアウトという直接汚染とともに農地から土壌に落ちたものが土壌を通じて根っこを通じて作物が吸ってしまうという間接汚染というものがあります。で福島県ではこういう農産物が汚染されてしまったものの安全性を確認するために安全なものしか出荷させないというために野菜や畜産物に関してはこういうサンプリング調査、サンプルを抽出して細かく砕いて測定器で測るというシステムや、米に関しては主食ということもあり一粒たりとも一袋たりとも危ないもの100ベクレルを超えるものは出さないという姿勢から2012年から全袋検査という新しい機械を作って検査をされています。上段の野菜に関してはこれまで約500品目いろんな品目500品目を約4年間で9万点測っております。米に関しては1年間福島県が生産するすべてのものを計算するということで毎年約1000万点以上のものの測定が行われています。このような検査結果から福島県今野菜に関してですけども汚染状況を見ますと事故直後はやはり高いものがありました。最大で8万4000ベクレルの農産物の汚染が確認されております。しかしそれ以降はだんだん減少しておりまして2013年4月以降は野菜に関しては100ベクレル現在の基準であります100ベクレルを超えるものは検出されていません。また積極的に作物にセシウムを吸わせないという取り組みが行われてましてそれの一つがこのカリウム施肥というものです。でこのカリウム施肥の効果を裏付けるために大学の方でもなんでカリウムをまくと効かないかということで吸収量が抑制されるということが分かったりまたカリウムがたくさんある米に関しては史実となる実へのセシウムの転流移動が抑えられるというようなメカニズムが分かってきておりますのでカリウムの効果としては吸収抑制や移動転流が抑制されるために効果があるということで科学的な裏付けの一つとしてこのような検討を大学の方ではされています。しかし何事にも例外がありまして交換性のカリウムが高くても先ほど中西先生の方の話でもありましたがセシウムこれ縦軸が玄米のセシウム濃度ですがセシウムが高い一般的な話では話せないような土壌の補助も中にはあります。また
カリウムを抑えて施肥しているから今のところ100ベクレルを超えるものは抑えられていると考えられますが、ある補助でカリウムを入れずに震災直後から栽培をしている土壌を見ますと、カリを入れないとこのように震災直後の濃度のまままだ移行しているというような隠れた問題もあります。一つは生産する上で生産物に対しては多様な生産環境があるので、それを全てでセシウムが出ないようなメカニズムなり理由付けができるまでは不安定あるということ。もう一つはこのカリウム施肥というのは効果があって現在福島県でやられているんですが、いつまでそのカリウム施肥をやらなければいけないのか。福島県では仮卒という言葉で言われていますが、いつまで仮を続けなければいけないかというような議論もされ始めているところです。3つ目としてモニタリング検査、先ほど何万点何千万点という検査をしていると言いましたが、これも仮卒と一緒で安全なものが出てきたということで少し安心感も出てきているところもあると思いますが、いつまでこのモニタリング検査、これは労力もお金もかかりますのでやらないといけないか。特に福島県の中でも会津地方のようなもともと出にくいのところでは福島県一律でやらないといけないのかというような議論も今のここ出てきたと聞いております。2つ目に風評被害、作ったものの売り先の問題になります。先ほどのモニタリング結果をまとめますと、実際には事故直後の経過ですが、野菜農産物や畜産物に関してはほぼ検出されるものはなくなってきています。林産物水産物については一部の品目については検出されて残念ながら検出されてしまうところもあるんですが、それも品目別で分かってきていますので、出るものは出る、出ないものは出ないというような品目分けがされています。しかしこれ野菜の左側が生産量、右側が価格になります。で赤が桃、真ん中の黄緑がキュウリ、青がインゲンになります。生産量、事故後の生産量を見ますと、あまり、極端に落ちたという傾向はありませんが、右側の価格を見ますとこの桃は震災直後は約半分になりまして、12年13年も100ベクレル基準値を超えるものは出ていないんですが、震災前の価格の年には戻っていません。インゲンもそのような傾向があります。また米に関しても1000万袋検査毎年しておりまして、2012年13年度はほぼ出ておりません。で昨年2014年度は今のところ100ベクレルを超えるものは出ないことになっているんですが、これも左側生産量、右側価格になりますが、中通り浜通り、この赤オレンジとちょっとこの色のものを比較すると震災前の年に比べると価格の下落がまだ続いている、戻っていないになります。会津に関しては戻っていることで少し良い傾向は見られています。このようなことから作ったものが安全を確認しているにもかかわらず適切な価格での販売がまだされていない。でこのためにはこれを戻すためには地道でありますが、そのモニタリング結果を通じた信頼安全性の訴えるデータで安全性を確認するということと、あと一度福島県のものを離れてそこに別な生産地のものが入ったところがもう4年も続くと、そこにさらに今大丈夫だからっていうことで福島県のものが入り直すかっていうのはそれは非常に難しいと聞いていますので、そのような消費地を回復するという努力も今後続けなければいけない問題かと思います。あとその次としては先ほど宗男さんの方も一つ指摘されていましたが、今までと同じものを作ってもそれは同じふうに見られてしまうのでダメで、新しいものへの挑戦が今後作られると思います。3つ目の課題としての消費地ですが、主に現在避難地域避難指示が行われているのがこの浜通りになります。でこの浜通りの中での農業に関わる人の数は福島県内の中で約 10% あります。特に葛尾とか川内とか飯舘川俣では農業に従事する人の数が多い。その人たちが今避難をしているということになっています。でこの避難先戻る努力として先ほどの宗男さんの中でもありましたが、現在除染ということが行われています。
農地の除染に関してはこの表土剥ぎ取りや反転工というものが行われておりまして、行われています。ただこの除染の進み具合なんですけども、100% 終わったところもありますが、まだ終わらないところ、やっと手がついたところもあり、先ほどの話では27年と28年までには全部すべて終わって、避難していた方も戻って農地を再開するというような流れになっています。これ福島県のデータですが、しかし4年も経ち現在のところで、生産意欲、営農意欲が低下しているというようなデータも示されています。これ左端を見ていただくと、青が震災直後から1年ごとのデータで戻って、農業をやるかというようなデータですが、年ごとに1年ごとに生産意欲が低下してきてしまっているということで、急いでその除染も進めて、営農を再開しなければいけないと考えられます。合わせて、農業をやるために戻るだけではなくて、学校や病院やお店などの整備も合わせないと、その既存率、全体の帰還率というのが上がらないだろう。それでないと農業が進まないだろう。そして一人の方が戻って農業をやるだけではなくて、団体としてやらないと農業の生産を今後は行わないといけないと考えられますので、例えば水路の整理とか生産組合の一人ではなくて生産組合としての生産体制の復活が必要になってくると思われます。この点については先ほど宗男さんが指摘されていたので飛ばしますが、除染をすることによって排脱地の処理や、作土層が失われていること、また、目標としている 0.23 マイクロシーベルトを超えてしま残念ながら超えるところもあるとやに聞いておりますので、そういう生産者の方の外部被曝というのが問題になるだろうと思います。最後にですが、生産の場とともに実際にそれを作って流通させる時の問題として、県が定めている出荷制限というのがあります。出荷制限というのはモニタリング検査で100ベクレルを超えるものが見つかったサンプルに関しては市町村別で出荷が制限されます。例えばこのエゴマでいきますと、南相馬で採れたエゴマは今のところ収穫ができないというような制限があります。この制限があると生産したものに関しても流通できない、法的に流通ができないことになります。なのでこれを解除する、モニタリング検査の結果大丈夫だから、この地域で作っていいような解除というような動きをしないといけないんですが、そこには問題があります。解除の条件としては、一つは複数の地点、その地域の複数の地点で基準値以下であるということを確認すること。複数の地点ということは一人の人が戻っただけではなくて、複数の方が戻ってその目標とする作物を作らないといけないという環境を整えるということ。もう一つは先ほど示したその除染がまず県なり国としてはするということを先に決めてありますので、この除染が終わらなければ、生産をするということも進められないので、除染が行われている、こういう2点がクリアされなければ出荷制限が解除されない、作ったものも流通できない、農業として成り立っていけないというような問題があります。あと最後ですが、人がいなくなって、私これ去年使ってた自分の補助ですけども、全部猿にやられたというちょっと恨みがあるんですが、こういうような、猿害の対策、です。猿が増えたかどうかなりイノシシが増えたかどうかは、正式な結果わからないんですが、間違いなくその人里に近づいているということが、あります。なのでこういうような対策、これから農業をしていく上では対策、そして人が管理されていなかったということで、井上さんの話でもありましたが、農地が荒廃、雑草が増えて荒廃してしまっているということで、このようなことを今後はケアしていかなければ生産が再開されないんだろうと思います。すみません、急ぎで私の方ではざっと農業を再開する上での項目について述べさせてもらいました。ありがとうございました。